ノートブック LM のよくある質問、移動中とかに音声概要を聞いたりチャットしながら情報を調べるみたいなことも可能にはなります。300個まで一応優勝版は追加できるリンク集をね作っていただくみたいなのが多分ね現状時点の正解なんじゃないかなっていう、ニワークをご覧の皆さんこんにちは。Google を認める Google ワークスペースのスペシャリストニワと生成 AI のエキスパート山口さんと、今回はですねもうやっぱり一番問い合わせが多いノートブック LM のこれからノートブック LM をですねいっぱい使っていこうっていう方向けにノートブック LM のよくある質問というのをちょっとまとめてみましたので、2025年の5月の時点ではあるんですけども、ノートブック LM の Q&A をちょっとやっていく動画になっていますので、それでは山口さん本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。では早速行ってみましょう。まずはノートブック LM 全般から行ってみたいと思います。ノートブック LM、有償化した方がいいの？はい。ということなんですが、山口さん、まず無償と有償版ってあると思うんですが、無償版ね、普通の無料の Gmail とかからノートブック LM を開いていただいてるって方と、有償版だとね、Google ワークスペースを使ってる方、ちょっと一部ね、フロントラインっていう、限定したライセンスだけちょっと別物扱いになるんですが、基本的には Google ワークスペースのユーザーさんっていうのは有償版になります。あとはね、有償版にすることもできますね。ノートブック LM in Pro っていう名前になったんですが、はい。さて、優勝にするメリット、大まかには山口さんどんな感じですかね？いろいろ違いはあるんですけども、やっぱりリソースの追加できる数が30個から300個に増えるっていうのが一番、めちゃくちゃ増えますね。そうですね、めちゃくちゃ増えますね。で、30個あれば十分じゃないのっていうのもあるかもしれませんが、この動画でもちょっとお伝えしているところもあるんですが、例えばプロジェクトを管理していくとかになると、毎週毎週議事録を入れていると結構30個ぐらいってすぐ行ってしまうんじゃないかなと思いますので、そうなってくると有償契約の300個ぐらいがあった方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。この左のところのね、リソースっていうところがね、最大有償版だと300個っていうところまでいきますが、無償版は30個しかないよってことなんでね、一回いろいろ作ってみていただいて、300個いるな、30個以上いるなと思ったらね、ぜひちょっと検討していただければなと思うんですけれども、あとはノートブックの数とかね、いろんなところが違うっていうところと、もう一個山口さんのこだわりのね、カスタムプロンプトがね、ちょっと違う。これが結構大きいんですよね。そうですね。カスタムが、設定できるか設定できないかが非常に多いというところになってきます。カスタムね、ちょっと画面見てみたいと思うんですが、チャットで答えるときにね、こういうところにフォーカスしてとか、こういう答え方してねとかっていうね、チャットのキャラクターを変えるところがここにあるんですけど、ね、カスタム入れるとか、あと長めの文章がいい、短めがいいとか、これがね、ちょっと無償版できないんですよね。そうですね。はい。で、逆にここ作り込んでいくのがね、ノートブック LM のノートのね、キャラクターに引き出せるんで、ちょっとここがないのは結構致命的ですかね。そうですね。ここを指定すると、毎回こういう長いプロンプトを打たなくてよくなるので、会社で何かひな形とかがあれば、そのひな形もここに入れておくことが可能になりますので、これが絶対あった方が効率的になると思います。ね、これちょっとね、いろんな使い方ができるのはね、他のノートブックのね、事例のね、動画があるのでね、このカスタム大体入れてますんでね、ちょっとこのカスタムが使えないっていうところと、あとはちょっといくつかのね、こういう、ソースとかノートブックの数みたいな制限のところがあるのかなと思うので、初発はね、まず使い始めは別に無料でもいいと思うんですけども、これノートブック使うなと思ったら、やっぱり有償版にしていただくといいんじゃないかな、もしくは Google ワークスペースにしていただくといいんじゃないかなって感じしますよね。で、ノートブック LM ね、有償版のする金額単体より、Google ワークスペースのね、プランにしちゃった方が安い場合があるので、はい、Google ワークスペースにしちゃえばいいんじゃないっていうのが、ちょっと私どものね、おすすめの意見であります。ノートブック LM って、セキュリティ大丈夫なの？いろんなこと入れちゃっていいの？っていうね、質問いただくんですね。はい、ここにね、もういろんなことを赤裸々にね、自分の使ってるデータから、引き出すためにいろんなね、データとか文言を入れちゃうと思うんですが、なんならお客さんのね、情報とか入れちゃう可能性もあるんですが、これ山口さん、セキュリティ上ノートブック LM 大丈夫でしたっけ？そうですね。ここは大丈夫なのと、これ庭さんも思うと思うんですけども、絶対にこれ聞かれる質問ですよね。もうね、いっぱいもう大丈夫なのって、生成 AI のね、
昔私クラウドやった時ね、クラウドって安全なのとか言われましたけど、もう今これですよね。そうですね。はい。はい。本当に無償版であろうと有償版であろうと、ここはもう学習されないので安心していただければと思います。前提条件崩れちゃいますもんね、ここ安全なんですね。そうですね。はい。はい。でですね、ちょっと補足なんですが、この共有っていうところがね、個人の無償版とか、あと個人のアカウントですと、自由にね、外部に誰でも、まあもちろん共有したりすることができるっていうことなんですが、Google Workspace のね、2025年5月の時点では、外部の組織に対しては、もう共有がそもそもできないようになっているって意味では、セキュリティが Google Workspace の方が強いかなっていう感じですね。いずれ追って多分ね、このあたりの外部をコントロールができるようには Google Workspace になると思うんですが、現状では Google Workspace 版は外部にはもう共有ができない、公開できないってことになっています。スマートフォンからもノートブック LM って使えるの？はい、これ最近スマホ版出ましたよね、山口さん。そうですね。5月にスマホ版が出ましたので、もちろんスマホ版でも使えますし、実はこれスマホアプリが出る前も別にスマホでブラウザで開くことが普通にできましたので、サファリとかね。そうですね、サファリでも Chrome でも開けれますので、ここは普通に使っていただけるんですが、ただ一部ちょっと機能制限もあったりしますので、カスタム、先ほどご説明したカスタムはちょっとスマートフォンでは難しかったりとかも一部あったりはしますが、基本的な音声概要を聞くとかっていうのもできますので、電車の移動中とかに音声概要を聞いたり、チャットしながら情報を調べるみたいなことも可能にはなります。そうですよね。一般的にね、スマホ版よりもパソコン版の方がやっぱり充実してるんでね。私なんかは基本的に音声概要出力したものを、聞くなんか再生アプリみたいになっちゃってるかなって感じですよね。そうですね。私もそんな感じで朝なんか歯磨きながら、概要を聞いたりしてますね。感じで使っていただければなと思います。次はですね、ノートブック LM、ここのですね、ソースっていうところをね、いっぱい追加していくんですが、ここの問い合わせもね、結構受けますんで、このソース関連の質問に行きたいと思います。ソースにアップロードできる種類ってどんなデータなの？どんなことができないの？っていうことね、よく聞かれるんですけど、山口さん、これソースにアップロードできるっていうのはまだまだちょっと限定的なね、形式ですよね。そうですね。今ちょっとここの画面に表示しているところがもう全てというところになってくるんですが、PDF とかテキストとかマークダウン音声とかはファイルとして個別にアップロードできまして、その下には Google のドキュメントスライドってところがありますが、前回他の動画でもお伝えしてるんですが、スプレッドシートはまだ対応してないと。めちゃくちゃ聞かれるんですよね。Excel とスプレッドシートダメなのみたいなね。はい、そうですね。で、一応ちょっと裏技的なものは、他の動画でもね、山口さんがご説明してくれてるんですけど、CSV に吐き出して、それをね、ここに、パシってね、テキストデータとしてね、添付してあげると、データとしては読み込んでくれるっていうのがね、ありますのでね、その手を使っていただいてもいいんですが、もっといい方法みたいな、ディープリサーチ使ったりとかね、する方法もご紹介してますので、他の動画ね、ご覧になってください。山口さん、これちょっとね、音声って書いてあるんですけど、実はね、動画上げれないんですよね。そうですね。動画もそうなんですけども、200メガまでしかアップできないっていう制限もありますので。そもそもちょっと容量でダメになっちゃう。そうですね。なので動画はまず上げれないっていうのと、音声も200メガ以下にしないといけないっていうのもありますね。ただ音声に関しては200メガ以下でアップすると、それを字幕化を裏でしてくれるっていう形にはなってきます。よくね、お客さんがそれ知ってるとね、YouTube だったら動画見られるんだって言ってんですけど、これもちょっとね、実は動画見てるわけじゃないんですよね。そうですね。YouTube の方も YouTube にですね、字幕起こしっていうのが裏である場合は、それを取り込んで字幕を文字化して保存してくれるんですけども、逆に YouTube に字幕がない動画の場合はエラーというふうに表示されてしまう可能性があります。ってことは YouTube も厳密には動画の内容を見てるわけじゃなくて、そうですね。中の字幕をね、テキストデータとして読み込んでくれてるってことですよね。そうですね。なので YouTube 取り込んだら分かると思うんですけど、一瞬で入るんですね、あれ。なるほどね。そんなわけないと。そんなわけないですね。でもね、音声はね、こうやってちゃんとね、文字起こしね、めっちゃしてくれてますんでね。文字起こしは結構、ノートブック LM の精度めっちゃ高いんですよね。そうですね。めちゃめちゃ高いですね。なので、音声はやっぱりその場で文字起こしするので、2、3分ちょっとかかるかなっていう印象はありますね。ね、なのでなんかミートのね、会議とかね、音だけで撮れたらね、さらにいいなとかね、ノートブック LM ラーはね、思っちゃうんですけどね、っていうことですよね。はい。今後はね、これも広がってくる形はあるのかなっていう感じですね。で、あと要注意は、実は、この Google ドキュメントとかね、Google スライドって追加していただくと、ノートブック LM が別の領域にコピーされるようで、大元のね、
まあ、いわゆるドキュメントとかスライドとかが消されちゃっても、一応ここのソースとしては残るっていうことなので、はい、こういったところはちょっとね、仕組み上ね、若干知っといていただくといい時もあるかもしれないなっていう感じですね。あと、山口さん、他に補足あります？そうですね。あと、ウェブサイトのところの追加に関しても、いい記事のサイトとかあったら、ここに入力していただいて、追加することができるんですが、皆さん多分稀にですね、エラーになることが多分あると思うんですね。で、これってウェブサイトを作るときに、この AI に学習してほしくないとかっていうのを宣言することができるんですね。サイトを作ってる方。なるほど。なので、そういった場合は結構エラーになったりとかするケースもありますので、Yahoo ニュースとかそういうのを追加すると結構エラーになりがちなんですけども、そういう特定のサイトとかは結構追加できない傾向がありますので、そこはちょっと諦めるしかないんですが、最悪ブラウザはテキストコピーしてテキスト追加も一応できなくはないというところですね。はい。ね、優勝記事はサポートされてませんとかね、会員ログインしなきゃいけないやつとかね、ダメですよってあったんでね、多分おそらくだからここのディスカバリーは、このね、提供元を見るっていう機能の中でバッとね、追加できるやつは多分そこら辺避けてんでしょうね。いや、これもエラーになるときあります。追加するやつが。そうですね。提案はしてくれるけど。なるほどね。追加できるかまでは見てくれてないみたいですね。はい。こんな便利なサービスなんだから文句言っちゃダメですよ。はい。スプレッドシートとか Excel は追加できないの？これはさっきね、説明した通りですよね。これも山ほど聞かれるんですけど、Excel、スプレッドシートは追加できないので、CSV に落としてコピーしたテキストってところで貼り付けていただければと思うんですが、これリアルタイムにね、更新されないんでね、ちょっと正直スプレッドシートとか Excel とかデータを扱うものはね、ちょっとノートブック MM と相性悪いかもしれないなって感じですね。そうですね。過去のデータでも更新されないものであれば、追加しても問題はないかなと思いますね。ってことですね。はい。ソースにアップロードできる上限ってあるの？これもね、結構ね、どれぐらいまでソース追加できるんですかとかっていうね、もりもりひたすらね、追加する気満々の方多いんですけど、これもね、この優勝版無償版の違いでちょっとお話ししたと思うんですけど、300個まで一応優勝版は追加できる。これもちょっと常に変わると思うんですけど、じゃあ300個だからって言って300個追加していいかっていう問題があるっていうことをちょっと一応ね、言っときたいですよね。そうですね。一応、このジェミニに関してはトークン数と言われるものがありまして、今現時点では100万トークンっていうところまで耐えることができるんですが、やっぱりソースが多くなればなるほど100万トークンを超える可能性が高くなってきますので、超えてしまうとせっかく全ての情報を与えているのに一部情報が欠損してしまうというか、ジェミニが要はもう足りない情報は忘れてしまうということになってしまいますので、できるだけ情報は少なくした方が良い結果が得られるかと思います。そうですよね。ハルシネーションがね、起きにくいっていうのはこのノートブックエリムのね、すっごいいいところなんですけれど、例えば山口さんがね、こう作ってくれてる中でも、すっごい長大な資料がいっぱい追加されてるものとかだと、若干このチャットの揺れがね、激しくなってきたりとかね、精度が悪くなってきたりとか、あとはお客さんの中でもね、例えば社内業務規定とかですっごい長いやつをもうぎっしりとこう追加してっちゃったりすると、あれなんか間違ったこと言うんですけどとか言って言うんですが、ちょっとね、こう多分トークン数超えちゃってるので全部見れてないんですよね。なので多分これ結論から言うと、ある程度精度高めたければ、こうノートブックはね、細かくね、刻んでってもらった方がいいよねって形になりますかね。そうですね。はい。じゃあもう一つですね。追加したソースって常にリアルタイムに更新されるのっていうご質問をよく受けます。で、これね、例えばドキュメントとかスライドとかをね、せっかくなんでコラボレーションドキュメントを Google ドライブから引っ張ってきた。主にそういうユーザーさんからね、よくお問い合わせを受けるんですけど、これ Google ドキュメントを向こう側が編集されたら常に最新になりましたかっていうことなんですが、これちょっとさっきのね、別の質問でお答えした通り、これコピー一旦ノートブック LM が早く処理するために別の領域に取ってるんですよね。なのでリアルタイムに見てるわけではなくて、これ見ていただいたときにね、ここにね、クリックして Google ドライブの同期っていうボタンを押して初めて最新になってくるので、逆に言うとリアルタイムに更新だったら不都合な場合だってありますよね。そうですね。マニュアル更新中にその更新情報取られてもまずいので。なんかね、だからここはちょっと任意にこうやってしていただく必要があるので、そういうことを考えてもやはり、ここやたらいっぱいね、自分が管理できないぐらい前のソースを追加することが本当にいいのかっていう問題があると思うんで、おすすめは10、15個ぐらい。でね、精度を高めていただいてっていうのがいいんじゃないかなと思います。あと補足としてね、タブがいっぱい入っているドキュメントもあるんじゃないかなと思います。で、具体的にはこういうふうにね、タブに分かれているもの。
っていうところなんですが、実はね、1段目しか読んでくれない。タブは全部読んでくれるんですけど、こういう2段目のね、タブは読んでくれないっていうところなので、ここ読んでくれないんですよね。なので、ノートブック LM に追加する場合のドキュメントを使う場合ね、特にすごいドキュメント使いこなしてる方は、タブは1段目しか読まないよ、現状ではっていうところもちょっと注意したいところです。次はですね、ノートブック LM の管理とか共有編ということで、ちょっとそのトピックについて迫ってみたいと思います。ノートブック LM って、外部の組織に共有できるの？別の質問でもちょっとご説明したと思うんですが、現状ね、Google ワークスペースをお使いの方は、この共有っていうところが外部には共有できないようになってます。安全設定かな。多分ドライブとか、同じようにですね、追って、例えばある特定のユーザーだけは外部に公開できるけど、もしくはこういう組織のところだけは公開ができるとかっていうね、こういう制御機能が入ってくると思うんですが、現状 Google ワークスペースは外部に対しては共有ができません。で、逆に個人のアカウントに関しては共有できます。ちなみにちょっと注意としては、はい個人から組織の共有はできないんですよ。なるほどですね。はい Google ワークスペース相手にはできない。そうですね。はい。これ組織はもう出るのも入るのももうできない閉じられてるって感じですね。はい。あとちなみにチャットだけ共有っていうのも、これ Google ワークスペースというか、有償版しかできないと認識してますのでね、社内ボット作りたいよとか言った場合は、これも有償版にしてくださいとか、まあ簡単に言うと Google ワークスペースした方がコスパいいので、Google ワークスペースしてくださいっていう感じですね。さらにちょっと共有の質問が続くんですが、これまとめてね、全社とかね、特定の社員さんの部署とかに共有することができるのってことのいただくんですが、これは、Google ワークスペースのね、ユーザーさんであればグループアドレスっていうのもここの対象になってますから、例えば営業部門とかをね、まとめてバッとね、共有したりすることできます。で、個人のユーザーさんに関してはまあね、個人の共有をしていただければなっていう感じでしょうかね。はい。で、注意点としては、Google ワークスペースのユーザーに対しては、共有を外部にすることも、外部の方ですね、個人のユーザーさんから共有を受けることもできませんので、ここはご注意ください。あとあれですよね、Google ワークスペースだとオールアットって形で社員全員が入ってるグループも簡単に作れるっていうのありますよね。そうですね。管理者さんの方でね、全社のね、グループとかを作っていただくと、全社員にバッとね、共有したりとかすることもできますよね。やっぱり Google ワークスペース使っていただくと、セキュリティ上ね、組織の中で安心してね、共有していただくことができるんじゃないかなと思ってます。共有されたノートブックってどこで見れるのってことなんです。これね、結構ね、共有されたものってね、なかなかね、何が共有されててとかね、わからなくなっちゃうのはね、我々もそうで、なのでこういうふうに、他の動画で、ご説明してますけども、こんなふうにドキュメントとか Google サイトなんかにリンクを貼っていただいてね、いつでもアクセスができるように管理していただくっていうのもいいんですが、Google ノートブック LM のね、このホーム画面っていうのは1回でもクリックしていただければ、ここにはね、これ見るとわかるんですが、オーナーが自分じゃないものもちゃんとね、表示されてはくるので、ただね、これ、検索がね、ノートブック LM ってできないんですよね、現状ね。そうですね。ブラウザの、コントロール F を押して、名称を探すっていうことになってきますね。そうですよね。はい。なので、ちょっと現状ね、こういうコントロール F で、ブラウザのこの文字検索機能を使っていただいて検索するみたいなね、山口さんやってますけど、ちょっとね、大量に増えてくると、ノートブック LM は一旦ちょっと今管理がちょっとね、大変なので、こういうふうにリンク集をね、作っていただくみたいなのが多分ね、現状時点の正解なんじゃないかなっていう感じしますね。ノートブック LM ドライブの中に入んないんですよね。そうですね。はい。っていうことになりますね。で、あとここ、右のところですね、ここにソートがありましてね、共有アイテムってところに見ていただければ、共有されたものだけをバッとね、見たりすることはできますので、共有してくれてるとかって言ったら、ここから見ていただいてね、クリックして入っていただければ、ホームにもね、現れてくれるんで、はい。そんな風にやっていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。ここにね、現れてくれました。で、共有されたものってね、削除しても、相手のノートブックが勝手に消えちゃったりはしませんので、あくまでも自分のリストからね、パッと見えなくなるっていう感じの動作になっています。最後ですかね。
ノートブック、どういう単位でまとめた方がいいのみたいなところは、前のね、ちょっと質問にも被りますけど、やっぱり精度を高めるとかっていう意味で、もちろんプロジェクト単位っていうのね、まとめていただければと思うんですが、ある程度精度でここがね、何百個ってなってくるっていうのはちょっとあんまり推奨しないかなと思いますので、ソース数がちゃんと適切で、精度が高まるぐらいの適量になっていて、かつプロジェクト単位っていうところでノートブックね、たくさん小分けにしていただくといいんじゃないかなと思っています。そしてね、管理はたくさん増えてくると、もうちょっとこの画面からだとね、ずいぶん前に作ったノートブックとかたどりにくくなっちゃうので、やっぱりリンク集をね、こんな風に作っといていただくのが良さそうな感じです。これがノートブック LM のね、おすすめの管理方法かなと思います。多分今後はね、検索とか、そういった見やすい UI っていうのがね、できてくるんじゃないかなとは思っていますけども、現状では今までの回答を参考にされてください。いかがだったでしょうか？ね、ノートブック LM をちょっと使い始めた方が、よくね、問い合わせていただく、ご質問をちょっとこの動画ではまとめてみましたので、自分がですね、ちょっと聞きたいことがあったっていうところで、そうだったんだねっていうのがね、役立てば幸いです。このチャンネルではですね、Google ワークスペースや Gemini を中心にですね、皆さんのビジネスに役立つですね、生成 AI とかクラウドみたいな、トピックを扱っています。この動画の内容がですね、役立ったな、応援していきたいなって思った方がいらっしゃれば、いいねボタンや、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは山口さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお会いしましょう。